皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治資金パーティーによる裏金作りといったものが大きな話題となり、岸田政権の支持率は過去最低を更新している状況です。このような状況の中で国会が閉幕し、岸田総理が記者会見を行いました。しかし、私の目から見た場合、岸田総理は明らかに危機感が全く足りないと思います。今回の動画では、岸田総理の危機感のなさと、ではどうすべきかといったことを解説していこうと思います。まずは政治資金パーティーに問題があったことを、安倍派の議員自身が認める発言を行っています。そこから見ていきましょう。期待しなくていいと指示あった。宮沢防衛副大臣がキックバックと不記載認める。自民党安倍派に所属する宮沢防衛副大臣は、派閥のパーティー券の販売をめぐり、キックバックを受け取った上で、政治資金収支報告書に収入として記載しなかったことを認めました。受注した額は、2020年度から2022年度の3年間で140万円、いずれも報告書に記載していなかったということです。一方で、宮沢副大臣は、大事なお金なので、厳正に管理し、政治的活動として使った、領収書も揃えていると述べました。取材中、宮沢副大臣は、喋るな、これですよ、と語気を強め、派閥内で箝口令が敷かれていたことを認めた上で、派閥から収支報告書に記載しなくてよいという指示があったと明らかにしています。大丈夫かなとは思ったが、長年やってきているのなら、適法なのかなと推測せざるを得なかったと釈明しました。キックバックを受け取った、その後で収支報告書に記載していれば何の問題もなかったというのが今のルールです。しかしこの議員はキックバックを受け取った上で収支報告書に記載せず、そして記載しなかったその理由として派閥内部でそうしたお金のやり取りについては書く必要がないというふうに指示を受けたというのです。こうした政治資金パーティーの裏金作りといった面では、安倍派だけではなくその他の岸田派や二階派などでも額や件数は少ないものの同じような事例というものがあるのですが、安倍派が特に突出して件数や金額が大きいといった問題は、こうした安倍派の中においてもうみんなで記載するのをやめようといった形での指示があった。つまり組織立ったものだったということを感じることができます。では、岸田総理はこの件についてどのように考えているか、今回国会閉幕にあたって記者会見を行ったので、この発言を見てみましょう。首相、先頭たち信頼回復、14日に人事。記事内から総理発言を抽出しました。政治の信頼回復と国政の遅滞回避の観点から14日に人事を行いたいと表明。首相は会見で国民に疑念を持たれるような事態を招いているのは極めて遺憾だと述べた。遺憾だというふうに述べているわけですが、怒り心頭なのはむしろ国民の側で、政治の側でこの問題を自ら正すべきことです。そして、岸田総理に危機感が全くないなと思えるような発言だと思ったのが以下の発言。信頼回復のため火の玉となって自民党の先頭に立ち取り組んでいくと強調した。人事については懸念が生じないように諸課題に対応するための体制を追求したいと述べた。首相は政治改革に向けた党内議論を集中的に進める考えを表明した。政治資金規正法改正や解消を含む派閥のあり方の見直しについて問われ、議論になることもあり得る。強い危機感を持って取り組みを進めていきたいと述べた。私が全く岸田総理が危機感を持っていないと感じたのは、議論もあり得るとして、具体策としてこの問題に対してどのような対応を取るか、何一つ具体的な話をしなかったことです。記者の方から政治資金規正法について解説するんですかという問いかけに対して、議論もあり得るという回答は全く危機感のなさを表しています。当然のように、どの部分を変えるかといった、もはや変えることそれ自体を前提とした話をすべきで、変えるか変えないかから議論を始めるなどというのは全くありえないと思います。危機感があれば、変えることを前提として、どのようなことを変えることを目指すか、もはや具体案から指し示し、その上で党内での議論を尽くすといったような形へと持ってくるべきでしょう。例えばよく言われるような解決策やもしくは是正策といったものをこの段階から議論の場所に出すべきです。例えば現金決済はどうしても脱税しやすいといった面があり、お金の流れをつかみにくいものです。ですから政治家のお金のやり取りは基本的にはデジタルデータで全てデータが残るように公表できるように、現金決済はなるべく行わないといったようなことを徹底するようなことをもっとすべきでしょう。今回のパーティー券問題について言っても、
銀行振込であるとか、電子決済といったようなもので、いつ、誰がといったものをなるべくわかるような形でデータを残しておくといったことをしていれば、後から突き詰めていけば、裏金としてどれだけのお金が消えたかなどといったことを確かめるのもやりやすいですし、脱税もなるべくしにくい形といったものを取るべきです。また、こうした裏金作りをする理由として、政治にはお金がかかるからなどといった政治評論家がどの番組にでも必ず登場します。そのようなことも念頭に入れて、政治改革そのものに打って出るといったことも、本当に自分の政権に危機が迫っていると感じれば、打って出るべきなのです。例えば、政治にお金がかかるその理由として、一人の議員に対して公設秘書が3人しかつけられないといった問題があります。議員としての活動を続けていく上で、それではあまりにも少なすぎるといったことはよく言い訳として用いられるわけなので、いっそのこと国会議員を半分リストラしますぐらいの宣言をして、その代わりとして一人当たりの議員に対する公設秘書を2倍にさせてください。その代わり国会議員の首を切りまくって残った議員たちでより良い政治を目指します。そのぐらいのことを言う、いわゆる国民の中で議論が湧き起こるような具体的な改善策を示してほしいものです。もちろん、この動画を見ている方の中には国会議員を半分切って、それで秘書を2倍するなんていう策は全くありえないというような反応をする人もいるでしょうし、そんなやり方では全く関係がない話だといったようなことも当然反応としてはあるでしょう。しかし、そのようなどんな具体策をとって状況を変えるかといった具体策に言及してほしかったのです。お題目として問題があるから問題の解決に取り組むことを議論することを始めますなんていう話をしているのはあまりにも危機に対して遠い傍観者のような発言です。岸田総理はもっとこの問題が多くの国民にとって政治不信を生み出している問題だと真剣に受け止めてほしいものです。といったわけで今回の動画はここまで。皆さんは今回の問題に対してどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。